今回の動画はみんな大好きプロジェクトプレイタイムが復活する可能性が出てきたので、その内容について考察も交えながら解説していきます。なお動画内ではプロジェクトプレイタイムという名称が少し長いため、ここでは略称としてプロプレと呼ぶことにします。この動画でわかることは、プロプレの復活がいつ頃になるのか、新たなボスが登場する可能性について、そして長らくアップデートが行われていない理由など、あくまで考察の範囲ではありますが、現時点で浮かび上がっている情報をまとめてます。プロプレの今、まずはプロプレの現状を確認していきましょう。このゲームがリリースされたのは2022年12月12日です。フェーズ3までアップデートが実施されましたが、最終更新は2023年10月27日を最後に止まっており、現在まで1年半以上放置された状態が続いています。ゲーム内ではマッチングが成立しづらくなっており、プレイ人口も減少。その結果、過疎化が進行している状況です。このままアップデが永遠に来ないだろうと、私自身も過去の動画でそう語っていました。しかし、最近になってある新たな情報が入ってきました。それによって、プロプレに再び動きがあるかもしれないという考えが浮かんできたのです。その情報とは、以前 X でも話題になっていた新たな商標、チャムチョンプキンズの存在です。この商標の出現によって、プロプレ復活の可能性が再浮上しました。この件については、後ほど詳しく触れていきます。ここからは順を追って説明していきましょう。復活時期。最初にズバリ、プロプレの復活時期についてです。これは公式の説明文からある程度の考察が可能です。実はプロプレは、早期アクセスゲームとして提供されています。つまりこれは、まだ完成していない状態のゲームをユーザーに有料で提供し、開発資金やフィードバックを得る形式です。現段階では、資金の調達がうまく進んでいない可能性が高く、それによって開発が停滞しているとも解釈できます。この方式は、過去にもサブノーティカやハデスといった作品が採用しており、ユーザーからの意見を取り入れながら正式版へと進化していく流れが一般的です。ただしその一方で、早期アクセスのまま放置され、開発が終了してしまうタイトルも多く存在するのが実情です。プロプレがどちらの道をたどるのかはまだ明言できませんが、少なくとも現状は開発が止まったまま時間が経過している段階にあると言えるでしょう。ここで、開発者による Q&A の一文を見てみましょう。早期アクセスバージョンと計画されているフルバージョンの違いは、正式リリースでは多くのワクワクする新要素が追加されます。完結したストーリーと新たなマップが主な目玉となる予定です。この内容からフルバージョンでは物語が完結することが明示されていることがわかります。つまりこの完結したストーリーとは、ポピープレイタイム本編の完結を意味している可能性もありますし、あるいはプロプレで本来描く予定だった独自のストーリーラインを指しているとも考えられます。もし後者であるならば、その物語は劇場事件の真相を描く内容だったのではないかという見方もできます。プロプレは劇場事件そのものをテーマにしたゲームであり、プロプレの物語のラストでその事件の真相が語られる構成だったとも推測できます。いずれにしても、正規版のリリースはストーリー保管のために行われることが予想されます。そのため、復活のタイミングはポピープレイタイム本編が完結した後、つまり、チャプター5のリリース以降となる可能性が高いと考えられます。モブの X や YouTube のコメント欄を見ても、プロプレの復活を望む声は数多く寄せられており、その反応は運営側にも確実に届いていると思われます。そのため、いずれ適切なタイミングが来た時には、アップデートを再開する可能性の方が高いと考えられます。ただし、現状では他のプロジェクトや本編の進行が優先されており、プロプレの復活は優先順位としては低い位置に置かれているのは間違いないでしょう。10月にアップデの可能性。先ほどは正規版としての復活時期についてお話ししましたが、実は今年の10月に大型アップデートとしてプロプレが復活する可能性も出てきています。そのきっかけとなるのが、動画冒頭で触れた新しい商標登録、チャムチョンプキンズです。おそらくこれは新キャラクターの名前でしょう。しかし、この名前だけでは具体的な姿は思い浮かばず、想像の域を出ません。ところが、様々な情報を整理していくと、あるイメージが浮かび上がってきます。そしてそれが、プロプレの復活、さらには10月の大型アップデ説につながっていくのです。まずは、名前から連想されるイメージを見ていきましょう。チョンプキンズという名前は、チョンプとキンズに分けることができます。チョンプという発音では、マリオシリーズに登場する敵キャラワンワンが連想されます。英語圏ではチェーン・チョンプという名前です。後のキンズは、チョンプキンズ、
名前の響きからパンプキン、つまりかぼちゃをかけていると仮定してみましょう。チョンプという単語には、ガブッと噛む、かじりつくという意味があります。ここから導き出されるのは、かぼちゃが噛みつくホラーモンスターのイメージです。そして、これに10月という時期を重ねると、連想されるのはハロウィンです。ハロウィンは、もともと古代ケルトの祭りが起源で、秋の作物の収穫を祝うと同時に、悪霊を追い払うという意味を持っていました。このように見ていくと、かぼちゃの姿をしたモンスターが、プロプレの次のメインボスとして登場する可能性が見えてきます。かぼちゃのようなモンスター、おそらく外観はこんな感じかもしれません。さらに、モブエンターテイメントは、実際にそれを暗示するような投稿を行っているのです。X での投稿では、みんなのハロウィンのかぼちゃデザインを見せてほしいと呼びかけており、返信にはかぼちゃアートが寄せられました。この中から、モブが着想を得た可能性は十分にあると考えられます。実際、過去にはファンメイドから生まれたキリー・ウィリーをプロプレに正式登場させた前例もあります。また、他の商標には、ポピープレイパークやスマイリングクリッターズサバイバーズといった新作のリーク情報もありますが、新作ゲームにいきなりハロウィン関連キャラを投入するのは少し不自然に感じられます。その点、すでに存在するゲームでハロウィンイベントとして登場させる方が、展開としてはより自然です。そしてそれは、プロプレのようなタイトルにとって最適なタイミングにもなります。つまり、既存のゲームでハロウィンイベントを実施し、新ボスとしてチャムチョンプキンズが登場する大型アップデートが行われることも考えられます。そうなった場合、ちょうど2年越しの更新にもなります。モブの戦略。最終更新から2年が経過してしまうと、開発の継続はかなり難しくなると考えられます。単純に、私たちプレイヤーが見切りをつけてゲームから離れてしまい、プレイ人口が減少し、過疎化が進んでしまいます。それだけでなく、開発を担当していたモブのスタッフ自身も、社内のモチベーションが低下し、結果としてプロプレのチームが解散してしまうという最悪の展開すら想定されます。この状況を招いた原因として最も大きいのは、やはり単純な資金不足ではないでしょうか。ただし、希望がないわけではありません。チャプター4までのコンソール版やスマホ対応の展開によって、売上が大きく伸びたと見られており、これによって、プロプレの開発にも一部スタッフを再び回せる余裕が生まれつつあるのかもしれません。特に、スマホ版は一時期売上ランキングで全米1位を記録していたほどで、大きな追い風となっています。ポピープレイタイムの知名度を高め、そこから注目を集めた後で、ファンに待ち望まれていたプロプレのアップデートを再始動させる展開も考えられます。復活を果たすことで、古参ファンの関心を呼び戻せるだけでなく、それを機に新たなユーザー層の獲得にもつながるでしょう。そのためには、ただ再開するだけでなく、インパクトのある新しい敵キャラを実装するなど、強い目玉要素が必要だと感じられます。何かしらの大きな刺激がなければ、継続的な盛り上がりは難しいでしょう。なお、正規版のリリースに2年以上かかりながらも成功したホラーゲームの例としては、ハローネイバーが挙げられます。そして何より、モブエンターテイメントは伏線回収のプロです。そのため、プロプレの復活においても、私たちが予想できないような形で登場してくる可能性が高いのではないでしょうか。ちなみに、プロプレが発表されたのは、ちょうど3年前のハロウィンでした。今後の展開に期待して待ってましょう。また、商標についても、ボクシーブー自体は、プロプレの発表の1ヶ月前に申請されてますので、今回のチャムチョンプキンズも可能性は十分あります。この動画が参考になったら、チャンネル登録してあなたの考察を教えてください。